増田康弘七段は幼い頃、少年期の羽生善治が育った名門道場である八王子市内の八王子将棋クラブに通うようになってからも別格の存在であったという。小1でアマ初段からアマ4段へと異次元の成長曲線を描いた。小3の時、指導対局で道場を訪れた羽生に角落ちで勝利した日の写真が残っている。覚えているのは角落ちで羽生先生に勝てたことじゃなくて、強落ちでは負けたことなんです。小3で棋士を志した決意の背景には、専門誌「将棋世界」で偶然見た数字も影響している。賞金、対局料ランキングベスト10リストの最上部に示された羽生善治の名前の隣に刻まれた億という文字に夢を抱いた。こんなに稼げるなら棋士になろうかなと思ったんです。いや、本当に。正午の時、10歳で棋士養成機関奨励会に入会する。瞬く間に昇級昇段を重ね、中2で棋士への最終段階である3段まで上った。14年、3段リーグ5期目で4段、棋士資格2昇段。高校2年、16歳でのプロ入りだった。This program was made possible by the Corporation for Kuberu Knowledge Academy and by contributions to your Design Studio K channel from viewers like you. Thank you. You're watching the Design Studio K YouTube radio program. 増田は最先端を志向する類微者党本格派である。AI 研究を15年頃から先駆的に始めたことでも知られる。毎年のように6割5分以上の高勝率を残し、16年からは新人王戦を連覇した。そして17年6月、例の発言、矢倉は終わった。詰将棋、意味ない、をした直後に大勝負に臨んだ。デビューから不敗だった藤井聡太が記録した公式戦史上最多29連勝の相手が増田だった。力を尽くし、優位にも立った一局だったが、敗れ去った。あの勝負について聞くと、いつも悔しい顔をする。内容も結果も思い出すことはない。終わったことに興味はないです。増田は各棋戦で活躍する一方、タイトル戦の舞台には立っていない。真の輝きを知らない現状は理想には程遠い。見据えるのは現代の頂点を独占した藤井聡太という存在である。藤井さんの本当の強さとは、強いことじゃなくて弱くなったりしないことです。最高出力で並べる人はいる。でも藤井さんは落ちることがない。情熱を失わないことが強さなんです。藤井さんはいつももっと強くなりたいと願っている。普通の棋士が強くなりたいと語るのは建前ですけど、藤井さんは本音だとわかります。変わりゆく現代将棋の過程で、6年後の今は何が終わったと感じているだろうか。何が意味ないものになってしまうのか。増田は10秒ほど考えた後、言った。AI 研究は終わりましたね。あれ、意味ないです。取材記者は、適当な冗談だろうか、あるいはこちらの幻聴だろうか、と書き記している。記者は続ける。AI 研究は現代の最重要テーマであり、日夜の研究合戦こそが棋士の生命線なのだ。そして増田こそ、最も早く AI 研究を盤上での力に変えてきた棋士であるはずだ。いや、ただ AI 研究を深めることは現代には合っていないと思うようになったんです。今の考え方はひたすら AI の最善手を記憶するだけなんで、初手から最終手まで AI が示す通りにさせるわけでもないのに、もちろん AI は使いますよ。でも使い方を間違っている。人間同士の対局で活かす使い方があるはずで、同一局面でも相手によって最善手は違うはずですから、これからは時代に合わせられた人が勝っていくと思います。9月28日朝、増田は B 級1組順位戦、6回戦を迎えた。将棋会館4階の特別対局室に入る。盤の向こう側には、夢の契機となった羽生善治が着座していた。持ち時間隔6時間の長い野戦に臨む順位戦について、増田は、最も自力が問われ、実力が評価され、タイトルを取るのが難しい棋戦、と評する。出発点の C 級2組は3期、C 級1組も3期、B 級2組を2期で昇級し、今期は B 級1組に参加している。名人への思いは、
もちろんあります。相掛かりの空中戦から午後11時を過ぎた戦い。幼い日の憧れである騎士との首位攻防戦を制した増田が単独首位に躍り出た。先は長いので、今から首位に立ったとか意味ないので。ぶっきらぼうに語っても顔はニコニコだった。増田康弘はいつだって偽りのない青年なのである。続いて羽生会長による藤井票である。羽生九段は NHK 杯で豊島九段を下すばかりでなく、王将戦挑戦者決定リーグでは渡辺九段に勝利し、会長職も何のその戦果を上げている。そのかつてのスーパースターが今のスーパースターを次のように評している。2017年に非公式戦で初めて対戦した時、藤井さんはまだ14歳でした。もちろん将来を嘱望される棋士だと思いましたけど、これからどんな結果や実績を残していくかは誰にもわからない。八冠独占など予測もできないことでした。最近将棋界を知らない方にもわかるかなと思って、藤井さんをウサイン・ボルト、北京、ロンドン、リオデジャネイロ五輪陸上男子 100m 金メダリストに例えることがあります。藤井さんが段階的に気力における自己ベストを更新していることは類似していると思いますし、9秒58というボルトの世界記録くらい高度なことを盤上で実現していることが伝わればと、単純に比較できるものではないですが、100m メートル走で 0.01 秒縮めるにはとてつもない努力が必要なのだろうなとも思いますので、藤井さんの強さは複合的な要因で成り立っています。生まれ持ったものも本人の努力も AI、人工知能への適応や理解もあると思いますが、分かりやすいものではないです。時代の恩恵は受けているとも思いますが、他の棋士も条件は同じです。私自身、今年の王将戦7番で藤井さんに挑戦し、2勝4敗で敗退。参考になったこと、勉強になったことはたくさんあります。やはり棋譜を見てわかることと実際に盤を挟まないとわからないことは違います。それらを次の対局に生かしていくということになります。なぜ AI の時代に棋士が存在するのかということは常に考え続けなくてはいけないことですが、今の藤井さんは存在自体が存在意義であり、存在価値でもある。今のような注目を集めていることだけですでに意義であり価値なんです。本人は意識していなくても歴史が評価すると思います。一方で彼はまだ21歳です。実績がものすごいので意識しなくなってきていますが、年齢的に現時点で定まったものはなく、これから先も多くの可能性があると思っています。私にとって七冠とはあっという間に過ぎ去った時間です。当時どんなことが起きたのかということはあんまりよく覚えていないというのが正直なところです。次から次へと対局があるので、立ち止まって現状を顧みることは難しく、ただ次に向かうだけでした。今の藤井さんも同じような状況なのではないでしょうか。そして七冠の状態からタイトルを失ってもすぐ次はやってくる。振り返ることができたのは数年経ってからでした。八冠には歴史的な意義がありますが、藤井さん本人が変わることはないでしょう。次のタイトル戦も進んでいますし、目の前のことを一生懸命やっていくしかない。藤井さんの活躍によって将棋への興味が生まれたり、関心が持たれたりしています。次の時代を担う子どもたちが将棋を志すようになったり、棋士を目指したりする。今の状況、八冠は一つの大きなきっかけになる。そして未来は変わっていくと思っています。増田康弘七段はサントリー将棋オールスター東西対抗戦2023東京予選 C ブロックで勝ち上がり、12月の東西対抗戦への出場を決めた。羽生善治九段も会長職の傍ら、再びタイトル戦で藤井聡太竜王名人と相まみえることを虎視眈々と狙い続けている。藤井八冠を中心に回る将棋界は盛り上がりを見せている。That's kind of my thing. Have a nice day, and with the ongoing support of these individuals and institutions and friends of the Design Studio K YouTube radio program. This program was made possible by the Corporation for Kuberu Knowledge Academy and by contributions to your Design Studio K channel from viewers like you. Thank you. You're watching the Design Studio K YouTube radio program.